はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。10月4日の夜にですね、雇用統計の方を発表されました。市場予想を上回る結果だったんですよね。それによってですね、FRB がですね、大幅な利下げに動くとの見方が後退しまして、幅広い通貨に対してドルが買われる結果となりました。発表後にですね、円安が非常に進みました。一気に2円ほど円安が進んだんですよね。ドル円相場、週足のチャートにしたんですけども、現状ですね、ドル円の週足はですね、このように下落トレンドになってるんですね。下落トレンドといっても円高トレンドという意味なんですけども、それがですね、円安が非常に進みまして、現状ですね、週足の円高のトレンドが終わりそうな水準まで来ています。どこまで行くと週足の円高トレンドが終了するかというと、こちらですね。こちらが主要な高値になっています。149円40銭の水準ですね。ですから、149円40銭の水準まで上昇してくると、週足の円高トレンドが終了するということになります。そしてですね、その時すでにこちら直近のですね安値から上昇下落上昇という動きになってますから、円高のトレンドが終了すると同時にすでにこちらで直近の主要な高値を超えているので、円安トレンドが発生していることになるんですね。ですから149円40銭まで上昇すると週足で円高トレンドが終了すると同時に、こちら直近の主要な高値を超えていたことから、週足の方では円安トレンドが発生していることに切り替わります。月足では直近の主要な安値を割り込んでいるため、円安のトレンドは一旦終了しているんですね。現状先月の高値を超えていますけれども、この段階ではまだドル円相場は月足のレベルでは何のトレンドも発生していないということになります。ですから直近ですね、このように週足がもしですね、週足がこの主要な高値を超える水準まで円安が進んできたとしても、週足の方で円安のトレンドが発生するということであって、月足の方ではまだトレンドがないという状況には変わりないということですね。週足の方で円安トレンドが発生するということは、日経平均はですね、非常に上昇しやすい環境が整ってきているということになります。では日経平均の話をしていきたいと思うんですけども、日経平均もですね、雇用統計発表直後にですね、大きく上昇しました。日経平均先物の日足では過去2ヶ月ぐらいの間レンジだった水準に今いるんですよね。で、そこを抜けていけるかどうかってことが重要なわけです。この9月27日の高値っていうのは自民党総裁選の時につけた高値なんですけども、そこから石破さんがですね、自民党総裁に決まって大きく下落してから戻ってきているということになります。こちらのですね、9月27日の高値を超えられるかどうかっていうのがとても重要になってくるんですね。で、なぜかというと、週足のチャートにしたんですけれども、週足はですね、このように8月にですね、大きく下落したところから週足ってこのように上昇波動になってるんですよね。で、現状、石破ショックで売られてからもう一度戻ってきているわけですから、9月27日の高値を超えられるということは、週足の方で上昇トレンドの継続が確認できるということになります。それと同時に、この過去ですね、2ヶ月間ほどの間レンジだったところも抜けていけるということになるわけですね。そうすると、上値がですね、日経平均のですね、上値が軽くなってくるということが言えると思います。ドル円の週足チャートに戻したんですけど、ドル円がですね、こちらの主要な高値、つまり149円40銭を超える円安が進むとですね、週足の方で上昇トレンドが明確になるわけですから、そうすると日経平均先物もさらに上昇しやすい環境が整ってくるということになりますね。一方ですね、米国のインデックス、例えば、ナスダック約の先物なんですけども、最初ですね、雇用統計直後に上昇しました。ところが、売られてしまったんですよね。その後売られてしまいました。で、ただ、結局売られてからも売り込まれることはなくて、じりじりと上昇してきてですね、米国はですね、主要なインデックスすべて上昇という結果になっています。現状はですね、週足で見ると分かりやすいんですけども、一応週足では上昇トレンドにはなっているんですけども、調整中ということになります。ですから、この週足の調整が終わるためにはどうなる必要があるかというと、この直近の主要な高値ですね。ここを超えていく必要があるわけですね。先物で2538ポイントを超える上昇になると、週足の上昇トレンドの調整が終わり、なおかつ上昇トレンドの継続が確認できるということです。ですから、この高値を超えてくるまでは、史上最高値の更新というのは当然ありえないので、2538ポイントの高値を超えるような上昇になってくるかどうかということを見ていく必要があるということですね。FRB によるですね、大幅な利下げ期待が後退したわけですよね。ですから、それに対する影響がですね、どうなのかということについては、来週の相場変動にですね、反映されてきますので、直近のですね、主要な高値を超える上昇になるかどうかということに注目して相場を見ていく必要がありますし、逆に超えられずに
この直近の主要な安値を割り込むような下落になってしまったら、週足の調整がさらに長引いていくということになるわけですね。今日はですね、ちょっと香港の反戦指数先物もですね、見ていきたいと思います。これ、日足のチャートなんですけど、直近ですね、非常に上昇してますよね。で、これ現状ですね、ここからじゃあ買っていけるかどうかっていう話なんですよね。ちょっと大きい時間軸のチャートを見ると、こちら月足なんですけど、ご覧いただくとお分かりいただけるように、月足では今、こちら一目均衡表の雲の下限線あたり、そして黄色い移動平均線何かというと、これ200ヶ月移動平均線なんですけど、そちらに今接近してるんですよね。で、ここを超えられるかどうかっていう状況になっています。で、大きな波動で考えると、この2022年の10月につけた安値から上昇して下落して、その最安値を割り込まずに再度上昇してきて、この直近のですね、こちらが主要な高値なんですが、ここをですね、若干超えているんですよね。ですから、波動としてはさらに上昇していく可能性が出てきているということが言えるわけです。ただ、これが今月ですよ、10月、素直にこのまま抜けていくのか、それとも時間をかけて上昇していくのかということは、現状では何とも言えないですよね。というのも、直近ですね、この10日間で、たった10日間でですね、26% 以上も上昇してるんですよ。これ指数ですからね、個別株じゃなくて。ですから、非常に大きく上昇したので、日柄調整もね、ちょっと必要かもしれないんで、このままどんどん上昇していけるかどうかっていうと、ちょっと一旦調整を挟む可能性があるなというふうには思いますね。ちょうど先ほど見ていただいたように、テクニカル上ですね、200ヶ月移動平均線とか、一目の雲の加減っていう、ちょっとすんなりと抜けていけなそうなポイントに来ているので、直近短期間で上昇幅が大きかったので、利食い売りも出てくる可能性もありますし、長期的に見たら、本当何ヶ月っていうレベルで見たときには、この主要な高値を超えているので、上昇していく可能性が高くなっていると思うんですけれども、すんなり、スルスルっと抜けていけるかどうかっていうのは、ちょっとわからないですよねっていうのがありますね。しばらくですね、買い目線で相場を見ていける銘柄かなっていうふうに思いますよね。今回の動画面白かったと思っていただける方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。では引き続きトレンドをしっかり見極めて儲けていきましょう。